皆さんこんにちは。ラブサーフの西井です。また新しいサーフボードを皆さんにご紹介します。前回入ってきてあっという間に売れ切れちゃったんですよ。2回目の入荷になるんですけれども、詳しく皆さんに説明する前に人気で売れ切れてしまったので、再度入荷のこのタイミングで皆さんにご紹介したいと思います。ラウンドノーズフィッシュのキングフィッシュです。 RNF96 キングフィッシュが正式な名前なんですけれども、分かりやすくキングフィッシュ呼ばせてもらいます。すでに結構乗っていてすごく調子いいんですよ。ラウンドノーズフィッシュって昔からね乗ってて約30年近く乗ってることになるんですけど、すごく気に入ってるので皆さんご存知だと思うんですけれども、そのボードのちょっと長さのあるラウンドノーズフィッシュがミッドレングスになったような、そんなイメージのボードなんですよ。過去にもラウンドノーズフィッシュの長いボードってね出てたと思うんですよね。ラウンドノーズフィッシュエボリューションだったり、ラウンドノーズフィッシュウルトラ、あの頃のやつもねすごく調子よくて、実はダブルダート一番最初に乗ったボードがラウンドノーズフィッシュウルトラなんですよ。本当にすごく調子よくて、ただフルカーボンのボードっていうのが注目されてなくて製品化されなかったんですよね。でその後フルカーボンのダブルダートのテクノロジーがどんどんいいボードだっていうのが皆さんに分かってもらえるようになって、いろんなねボードをね発売して今日に至るところなんですけれども、ついに出ました。ラウンドノーズフィッシュのミッドレングスキングフィッシュです。僕がラウンドノーズフィッシュの55って乗ってるじゃないですか。このキングフィッシュは510で乗ってるんですよ。5インチぐらい長く乗れるメリットっていうのは、まず波のサイズのある時ない時両方乗れる。なんでかっていうと浮力が出てくるからです。55のラウンドノーズフィッシュ96は 28.5 リッターなんですよ。でこれは510のものは32リッターあるんですよ。4リッターぐらい変わるわけですよね。そうすると浮力がそれだけ出るんですごく速い。ただ長くなってるんだけれども極端にボリュームがあるわけじゃないので、レールも入って素早くシャープにサーフィンできるんですよ。長さがあるからパドルスピードが速い、熱い波なんかでもテイクオフしやすい、プラスサイズのある時、でかいうねりが来た時あるじゃないですか。安心して乗れるラウンドノーズフィッシュなんですよ。だからこれはラウンドノーズフィッシュユーザーの方にぜひ乗ってほしいボードなんですね。ダブルダートってボードが軽いじゃないですか。それとカーボンじゃないですか。ボードが大きくなればなるほど、長くなればなるほど素材の特性がより出てくるんですよ。だからフルカーボンで乗るとキュッてね荷重した時に瞬間的にスピードが出る、これがよく味わえるんですよね。千葉のビーチブレイクで乗ったんですけれども、潮回りが悪くて波が熱い、トップだけがダラダラ崩れるような波ってあるじゃないですか。普通のショートボードでサーフィンしてるとロングボードの人だったりファンボードの人だったり長いボード乗ってる人の方がテイクオフだけは速くてどんどん波を取られちゃうような状況ってあるじゃないですか。そういう時にもキングフィッシュみたいなボードを持っていると悪いコンディションなんかでも楽しめるんですよね。ダブルダートで乗ってもらえればもう大きなボードがすごく軽く動くのですごくいいです。僕が千葉のビーチブレイクで乗ってるライディングがあるので、それをねまずねご覧になってください。はい、どうぞ。西井がですね、千葉のビーチブレイクで乗っているキングフィッシュですね。キングフィッシュの乗っている映像です。これね見てほしいんですけれども、波がねとにかく熱いんですよ。そこをね波のトップだけをねうまくねスルスルとねアップスンダウンしてねどんどんね距離をね稼いでね乗ってってると思うんですね。これやっぱりダブルダートのカーボンのね反発、それでねスピードが出てます。今もねバックサイドこれ行きましたけれども、見ててほしいのがこのねターンの伸びですね。ボトムに入った時からのターンの伸びを見てほしいんですけれども、ボードの長さがやっぱり長いのでターンがねぐーって伸びるんですよね。今のところもねドライブしてましたよね。ターンがね2つ目のねターンもドライブして、ここもねヒットしてちょっとねこれはねワイプアウトしてしまいましたけれども、ボードやっぱりこのラウンドノーズフィッシュ96、これのミッドレングスモデルなんですよ。だから僕のね大好きなラウンドノーズフィッシュ96の、55のサイズのボードあるじゃないですか。あれが、28.25 リッターかな。これがね32リッター510であるんですよ。だからもうテイクオフもめちゃくちゃ速いし、1回ついたスピードもねこうやってね全然ね止まらないんですよね。ロングボードの人がね前にね乗ってましたけれどもね、あの人なんかよりも早くね、この波にはね立ってますからね、本当にこのなんだろう、このキングフィッシュのコンセプトってラウンドノーズフィッシュ96が
今のねヒットにいい感じですね。ラウンドノーズフィッシュ96をねずっとね乗り続けてる、ユーザーさんいると思うんですけども、その方がねやっぱりね年を取って、少しねパドルが衰えてきたりとかしてるじゃないですか。そういった方でもですね乗れるボードなんですよ。でロストのラウンドノーズフィッシュ96って名作じゃないですか。それをねこのミッドレングスで乗れるっていうのはね、パドルパワーっていうんですか、スピードをねパワーをね補ってくれるので、本当テイクオフもね速いですし、波もねたくさん捕まえられる、そういうボードですね。ダブルダートの組み合わせねすごくいいですね。千葉のビーチブレイクで乗っている映像ですね、これ。波のトップでね、綺麗にね、波はね、これね、正直全然切り立ってない波ですけど、スプレーちゃんと出てますよね。これもね、インサイドまでつないできて、ちょっと人がいたんでね、うまくタイミング合わなかったですけれども、こんな感じでね、本当に、テイクオフしたら、インサイドまでどんどんつなげてってくれるような、そういうボードですね。あとね、これボード510のボードにね乗っていないような、短いボードに乗ってるような動きしてるじゃないですか。これこれメヒンもねうちのねウェブサイトの方にも書いてあるんですけども、スイートスポット、このねボード後ろの方に立たなくてもすごくよく動くボードだよっていうね、そういうコンセプトなんですよ。だからうまくね後ろの方にスタンスできない方でもねこのボードを優しくね乗ることができます。これねバックサイドで見てほしいんですけどね、これトップでねすごいもう波のねないところをドライブしてるじゃないですか。これやっぱりボードの長さ、ミッドレングスのボードの長さがねあるから、ああやってテイクオフしてどんどんスピードが出てってくれる。それとあとやっぱりダブルダートですよね。このカーボンの、ボードの軽快さ、それとあと反発の強さ、波のトップのうねりのところでもボードを下にプッシュすることによってカーボンの跳ね上げによってどんどんスピードが出てくれる、そういったボードなんですけど、おじさんにねすごくいいと思います。ラウンドノーズフィッシュ96のミッドレングスですからね。西が乗りました。これねゆっくり大きな感じでカットバックして、この日はねちょっとね風がね強かったんですよ、オフショアが。だけどねカーボンのボード乗ってみました。でね波のサイズねいい感じでこの時はねあったんですけれども、ただね潮が上げてて結構波が熱いんですよ。でもねこのボードがあれば長さがあるので、こうちょっとしたね波のねプッシュでどんどん進んでってくれるので、これなんかねどんどんインサイドまでねプッシュするとねどんどん波をね繋いでってくれるっていうのが分かると思うんですよ。ボードが跳ねてますよね、ああいう熱いところで。これもねどんどんブレイクがね速いんですけれども、トップの、ね、ハイラインでずっとね距離をね長く乗ってるんですよ。これちょっとねカメラの位置からだと距離が乗ってるのよくわからない感じがするんです。これもね2ターンうまくねヒットしてますよね。風がねあってもね全然乗れるっていうのをね分かってもらえると思います。このやっぱねダブルダートってその何がいいかって、このやっぱりカーボンによる反発ですよね。こう一回こう下にねしっかりボトムターンしてあげるとターンがビューンってね前に伸びてってくれるので、こうなんていうんですか、ラインがね綺麗につながるようなサーフィンがねできるんですよ。で特にこのミッドレングスっていうね長さのカテゴリーに入るので、これまあ510なんですけれども、すごくね僕の5のボードよりも長いですから5インチ長いんですよね。もうすごくね楽ですね。テイクオフがすごくとにかく楽なので、あと波のキャッチする本数が格段に本数が増えるので乗っててねすごくね楽しいです。ダブルダートで乗るとねこのボード本当にやばいのでね、ぜひね皆さん手に入れて乗ってください。皆さん僕のライディングいかがだったでしょうか。ビーチブレイクですごくよく走ってたと思うんですよ。テイクオフしちゃったらうねりだけでも滑ってたじゃないですか。前にすごく走ってくれるボードなんで、ダブルダートのカーボンの凄さ、反発がもうキュンキュンキュンってどんどんスピード出てくれるから、ちょっと踏んだだけで前に出てってくれるんですよね。コンケーブ触ってるんですけどシングルコンケーブなんですよ。この辺がずーっとシングルコンケーブになってるんですよね。この部分ですね、こっちとこっちに分かれてるちょっと V があるような感じのコンケーブ、ダブルコンケーブみたいなのがこの辺に入ってるんですよね。こうやってね触ってもらうと分かりますね。エッジがねピューって立ってて、このフィンの前からねエッジが丸くなってるんで、ターンした時にフィンのところでシャープにターンできるんだけど、ここでうまくリリースして動いてくれる、そういう仕組みです。でテールも見てもらうと分かるんですけど、フィッシュテールです。キングフィッシュのマーク入ってます。
入荷してきたサイズっていうのが全部で6サイズあります。510が32リッター、60が34リッター、62が36リッター、64が 38.25 リッター、それと66 40.25 リッター、それと68、これが一番長いんですけど 42.5 リッター。長くね選んでもらった方が面白いかもしれないです。だいたい僕が55のボードを乗ってるんですけれども、510に乗ってるんで参考にしてもらえたらと思います。ボリュームは上げて乗れるボードなんでテイクオフもねすっごく速いので、こういうボード持ってると楽しいですよね。ダブルダートなんで傷まないですし、すごく高級感もあるし、すごい軽いです。この YouTube を公開と同時に発売スタートしますんで、概要欄の方に商品リンクの貼っておきますので購入してください。皆さんまた。